こんばんは。あなたのマイテレビ、錬金 TV のボスケです。さて、いよいよね、今回はビクセンのアテラ、これをね、開封したいと思います。よろしくお願いします。開封とは言ったんですけれどね、私ね、どっちの色が入ってるかね、よくわからないです。というのをね、私がね、ポチった時はね、このアテラがね、ベージュで売られていたんですね。ベージュって書かれていたのをポチりました。ですがね、ホームページを見るとね、すでにね、ベージュっていうのがなくなっていてね、ブラックだったんですね。で、さらにね、そのポチったページをね、再度注文するっていうね、とこ開くとね、今度はね、ブラックになってるんですね。不思議なんですよ。ですのでね、まずは開いて、ベージュが入ってるか、ブラックが入ってるか、そこからね、私はちょっとドキドキしなきゃいけないっていう、謎の緊張感に包まれております。皆さんそんなことってないですよね。私もねこんなことね実はないんですけれどね、実はビクセンさんこのアテラの商品をねもう過去2回ぐらい言ってるかもしれないですけれど、こそっとねブラックに変えちゃったんですよね、ベージュから。多分その理由はベージュは売れないっていうことだと思うんですけれど、普通だったらベージュをディスコンにしてからブラックを投入するだとかね、そういう風にねアナウンスがあってもいいかなと思うんですけれどね、今回は非常に特殊です。メーカーがね、サイトごとね、もうなんか、こそっと、ブラックにね、入れ替えてしまった、そんな感じです。モデルの女性が持ってる双眼鏡もね、いつの間にかベージュから黒に置き換えられてまして、写真そのものはね、同じ写真なんですよ。多分画像処理かなんかでね、双眼鏡の部分だけをね、黒くしたという、なんか、とりあえずね、実害がなければいいんですけれど、もしね、ベージュを買ったのに黒が届いたとか、そういうなんか、タイムラグ的な実害とかがあったらね、ちょっとね、問題ですよね。というわけで、出してみたいと思います。バッグの色はね、黒です。なんか、怖いですね。本当に黒が入ってるかもしれないです。すげえドキドキする。では、結果発表。じゃじゃん。ベージュだった。はい、ということでね、ビクセンのアテラ、私はね、ベージュが入っていました。一応ベージュは注文通りです。そしてね、その他付属品もついてます。これは何かな？ストラップと電池ですね。ストラップはね、割と細身のストラップです。ちょっとだけ伸びる感じの素材ですね。ビクセンのロゴはここに入っております。今なんかね、ストラップが目に入った。いてててて。こっちにも入ってますね。そしてね、電池はね、単4電池は単4電池で、そしてね、電池は単4電池です。ここの蓋をね、蓋が落ちないようになってます。これはね、さすがですね。今までの防振双眼鏡はね、蓋がそのまま落ちちゃうことがあり得たんですけれど、この蓋が落ちないタイプはね、初めて見ました。ここは高感度アップですね。それでは電池入れたいと思います。この単4電池っていうのはね、嬉しいですね。どこのコンビニでも売ってますからね。はい、ということで電池を装着しました。ガチャン。重さなんですけれど、重さはね非常に軽いです。なんとね、その重さ電池別でね 422g、 電池を入れてもね 450g だと思います。一連で紹介してきた防振双眼鏡の中でもね一番軽い部類になりますね。電池寿命がねあとはどれぐらいあるかですよね。ちょっと調べてみますね。電池寿命はね12時間です。ですので、この間紹介した 12x28mm のフジノンの防振双眼鏡と電池寿命は同じです。で、ともにね、防水性はなしっていうことです。でね、価格はね、こっちの方がだいぶ市場価格は安いです。フジノンさんはだいたい8万円ぐらいしますが、こっちはね、結構値下がりしてます。もし買えたとしたら5万円台で売っていると思います。ただね、私が懸念してるのはね、私がね、実はね、この双眼鏡を発売の時にね、ビッグカメラだとか、ヨドバシカメラでいろいろ見させてもらったんですけれど、どっちもね、光軸が実はずれてた双眼鏡がサンプルにあったんですよね。それでちょっと私もね、あんまりね、ポジティブな評価はしてなかったんですが、今ね、私がね、こうやって光軸を見たところね、光軸はね、非常に合ってます。ですのでね、店のサンプルがね、あまり良くなかったのかもしれないです。もしくはね、私の引きが良かったのかもしれないですけれど。なので、前回までひょっとしたら私はね、この双眼鏡に関して悪いイメージを持ってたかもしれないですけれど、ひょっとしたら発売当時よりもメーカーがしっかりと検査をして出してるかもしれないですし、たまたまヨドバシやビッグカメラの方で展示されてあったものは、みんなが使っててね、光軸がずれちゃったのかもしれないです。これならね、フジノンさんといい勝負ができるかもしれないですしね。同じ12倍同士ですので、後からね、フジノンさんの12倍と取り比べたらね、その結果がわかると思います。
あとね、実施回は42度です。フジノンの12倍と同じ実施回です。これもね、見比べてみて、差がないことをね、確認したいとは思います。ただね、今回はアテラの商品紹介なので、アテラのいいところを紹介したいと思います。あとはポーチが可愛いってところですね。ビクセンの製品ってなんかポーチをね、こだわってますよね。もともとアイドルの追っかけとかをね、意識してプロモーションされていた商品ですので、ビクセンとしてはね、双眼鏡を入れる袋もおしゃれじゃなきゃいけないっていう思想があるとは思います。このポーチもね、非常に可愛くていいとは思います。あとはね、アイレリーフが非常に長いですね。さっきちょっと覗いて思ったんですけれど、非常に覗きやすいです。メガネかけたままでもね、いけるんじゃないですかね。アイレリーフもちょっと調べてみましょうか。アイレリーフはね、17.5mm あります。ですのでね、メガネかけた人でもメガネかけたままね、十分視野が全部見渡せる双眼鏡となってます。で、あとね、ちょっとね、気になるところはね、オンにするとね、なんか、っていうね、音がちょっと聞こえてくるんですよね。これは何の音かよくわかんないですけれど、コンサート会場とかではね、おそらく気にならない音ですし、屋外に出ても気にならないとは思うんですけれど、こうやってね、室内でレビューしていると、ちょっと他の双眼鏡よりもなんか気になる音がします。室内でね、言えることはそれぐらいですかね。それではね、これを屋外に持って行って、他のね、双眼鏡ともね、比較してみたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで、やってきました。ここはね、愛知池っていうところですね。ご覧の通りね、風光明媚な池ですね。愛知県はね、尾張の方、東郷町にあります。桜が非常に綺麗ですね。今日なんかもう空が青くて最高じゃないですか。いい日和になりました。はい、それでは双眼鏡アテラを評価していきたいと思います。まず防振オフ。オンにして。むちゃ気持ちいいですね。なんかね、やっぱり、店でサンプル見たものよりもね、だいぶ、像がいいですね。やっぱり光軸が狂ってないっていうのが最高ですわ。これはいい。なんかね、心なしか防振性能も、店で見た時よりもなんかね、いいような気がします。なんかいろいろと調整されたのかもしれないですね。本当に私ね、一番初めにこの防振双眼鏡が出た時に、いろいろね、見比べてて、その時に思った印象と、今回の印象と全く違いますね。これはね、ひょっとしたら富士のよりもって言ったらおかしいです。ひょっとしたらね、富士のとすごいいい勝負ができるんじゃないかなと思ってます。いやいや、非常にね、素晴らしいですね、この双眼鏡。ちょっとね、改めて評価し直したいと思います。再評価したいというのか、ちょっと、正直サンプルの2つがね、悪すぎたんじゃないかなと思います。本来のこのアテラの性能はもっとね、素晴らしいと思いますよ。ちょっとこの池にはね、アテラしか実は持ってきてないです。他の双眼鏡も持ってこればよかったですね。比較動画に関してはね、ちょっと別のロケ地でやろうと思ってますので、それなのでね、今回はね、軽くウォーキングも兼ねてね、この軽い双眼鏡をね、実は持ってきたわけなんです。本当にね、片手で手軽に持てて、そんなに重くないですしね、すごいいいと思いますよ。ちょっとね、持ち方がね、あれなんですけれど、持ち方はね、ちょっと中指が届かないので、薬指でピントを合わすことになっちゃいますが、中指で合わすような持ち方だとちょっとね、バランスが悪いんですね。欲を言えばね、もうちょっと両像範囲は広いといいとは思うんですけれど、ただね、防振双眼鏡なので、基本的にはね、三極を使わず手で追うんですね。だから中心にね、いつでも持ってくることができるので、
まあそこまでね、両像範囲広くなくてもいいと言えばいいんですけれど、まあ富士の12倍にも言えるんですけれど、まあちょっと周囲は、だいぶね、ぼやけてますね。ということでね、ちょっと今まで悪く言っちゃった面もありますが、だいぶね、私的にはね、かなり見直した感じがしますね。やっぱりサンプルを見たイメージとはだいぶ違いますので、一回サンプル見ただけじゃね、ちょっとやっぱりわからない部分ありますね。実際こうやってね、池に持ち出して評価できてね、良かったと思います。